どうも皆さんこんにちは。原寛太です。日本が豊かなのは日本人の IQ が世界トップクラスだからだ。逆にアフリカがいつまでも発展しないのは彼らの IQ が低いからだ。私がアフリカの貧困問題について発信していると時折こんなコメントが寄せられます。ネット上で国別の IQ 平均値を色分けした世界地図を見たことはありませんか？毎年ネット上で話題になる国別の IQ ランキングで日本が1位や上位に入るとやっぱり日本人は優秀なんだと誇らしげに語る声が溢れます。そして一部のまとめサイトや SNS などではこの地図を持ち出して日本が発展したのは知能が高いからだ、逆に貧しい国はそもそも生まれつき知能が低いから発展しないんだと主張する人たちまでいます。人間は複雑な問題を前にした時、誰かを下に見たり生まれつきの才能のせいにしたりすることで物事をシンプルに理解したくなる生き物です。今日はこの世界の IQ 格差というタブー視されがちで時に特定の地域への偏見を生んでいるテーマに正面から切り込みます。そこにある残酷な真実をお話しするのでぜひ最後までご覧ください。と本編に入る前にこの動画を見る上での大事な前提をお伝えしておきます。ここで扱う IQ スコアというのは人間の価値や知性全体を測る魔法のメーターではありません。ましてやネットで出回っているオンラインテストの国別ランキングは国民全員を無作為に調べた公式の知能ランキングではありません。誰が受けたのか、ネットにアクセスできるのか、そもそもテスト形式に慣れているのかによっても結果は大きく変わるものです。ですから今回の動画ではそうしたランキングを科学的な真実としてではなくネット上の偏見がどこから生まれ何を見落としているのかを考えるための入り口として扱っていきます。ではネット上でよく引用されるインターナショナル IQ テストというサイトが発表している国別 IQ ランキングのデータを見てみましょう。このサイトの最新版では2025年に自発的にオンラインテストを受けた人たちの結果をもとに国別の平均スコアを公表しています。そこでは日本をはじめとする東アジアの国々が高めに出ており、一方でアフリカ大陸の多くの国々が下位に位置する傾向が見られます。この IQ の格差を示す地図を見て、なるほど、頭がいい国は経済が発展して、頭が悪い国はいつまでも貧しいままなんだと思ってしまう気持ちも正直わからなくはありません。そもそも国の発展度合いをどのように捉えるのか、ここで国の豊かさを測るもう一つの客観的なデータを紹介します。原監督のチャンネルでは何度も登場してきた人間開発指数という指標です。英語のアルファベットを取って HDI と呼ばれる人間開発指数は国連開発計画という国際機関が毎年発表しているものです。国の発展度合いを測るとき、私たちはつい GDP、国内総生産のような経済力だけで判断しがちです。しかし、この HDI は経済力だけではなく、どれくらい健康で長生きできるかという平均寿命、どのくらい学校に通って教育を受けられるかという就学年数、どのくらい豊かな生活ができるかという国民の所得、これら3つの側面から人間の豊かさを総合的に見ようとする国際的な指標です。この HDI のランキングを見てみてもアフリカ諸国の多くが下の方に位置しています。ちなみに日本は193カ国中23位です。つまり一見すると IQ スコアが低く出る国ほど総合的な発展度合いを示す HDI も低いように見えるんです。これを見ると多くの人がやっぱり IQ が低いからアフリカは貧しいのではと考えてしまいます。しかしここからが今日の動画のポイントです。世の中の複雑な問題を理解する上で間違えてはいけないのが相関関係と因果関係の違いです。よく使われる例えですが、あるデータでアイスクリームの売り上げが伸びる時期は水難事故の件数も増えるという結果が出たとします。アイスの売り上げと水難事故の件数、この2つが同時に増えたり減ったりする関係を相関関係があると言います。ではアイスクリームを食べたから水難事故が起きたのかといえば違いますよね。本当の理由は夏になって気温が上がったからです。気温が上がったからアイスが売れるし、海や川で泳ぐ人が増えて水難事故も増える。原因と結果のつながり、これが因果関係です。世界の IQ 格差と国の発展度合いについても同じことが言えます。IQ スコアの低さと国の貧しさには国単位で見ると確かに相関関係が見えることがあります。しかしそこから生まれつき知能が低いから国が貧しいという因果関係を導き出すことはできません。
では、なぜアフリカの国々は IQ テストのスコアがこれほどまでに低く出やすいのか、そこにある様々な要因を見ていきましょう。その前にお知らせを挟ませてください。私、原寛太は世界を無視しない大人になるためにという本を自費出版しています。私自身がアフリカでの活動を始めた原点について書いた一冊です。興味のある方はぜひ動画下のショップからお買い求めください。1冊700円です。全国各地で講演会も行っています。国際協力や社会貢献をテーマに原寛太の講演会の開催にご関心のある企業や教育機関の皆様、少しでも興味がございましたら概要欄のリンクからお気軽にお問い合わせください。なぜアフリカの国々は IQ テストのスコアが低く出やすいのか。実は先ほど引用した IQ テストのウェブサイト自身もよくある質問のコーナーで環境要因がスコアに影響を与える理由を明確に説明しています。テストを実施している側もこれが純粋な知能の差だとは言ってないんです。彼らが挙げている環境要因を一つずつ解説していきます。理由の一つ目は健康状態と感染症の影響です。アフリカ、特にサブサハラアフリカはマラリアをはじめとする感染症が非常に多い地域です。例えば重症のマラリアにかかった子供はそうでない子供に比べて認知発達のテストでスコアが低くなりやすいという医学的な研究が複数報告されています。幼少期に重い感染症にかかったり何度も体調を崩したりすると生きるためのエネルギーが奪われ、学習や脳の発達に不利な影響を残すことがあるんです。さらに病気による欠席や貧血が重なれば学校で学ぶ機会そのものが物理的に削られてしまいます。健康な体で成長できる環境がなければ知的な能力をフルに発揮することは難しいんです。理由の2つ目は栄養状態です。これに関しても子どもの食習慣や栄養状態と認知テストの成績には関連があることが複数の研究で示されています。慢性的な食料不足や栄養失調に苦しむ環境で育てば脳と体の発達、集中力、そして学校で学ぶ力に不利に働きます。今日食べるものにも困り空腹を抱えたままの子供がテストで高い集中力を発揮できるはずがありません。日本のように給食があり毎日バランスの取れた食事ができる環境とはスタートラインが全く違うんです。とは言いつつ、実は日本でも似たような構造が問題視されるようになっています。貧困家庭と裕福な家庭の間で生じる栄養格差が子どもの学力や認知能力に影響を与えているという指摘です。例えば、学校の給食がない夏休みの間に痩せてしまったり、安価な炭水化物ばかりで栄養が偏って集中力が続かなくなってしまう日本の子どもたちがいるというニュースを皆さんも聞いたことがあるかもしれません。絶対的な貧困と相対的な貧困という程度の差こそあれ、家庭の経済状況や栄養状態が子どもの知的な能力発揮に直結するというのは決して遠いアフリカだけの話ではありません。そして理由の3つ目は教育と学習機会の差です。ここが非常に重要です。一般的な IQ テストではパズルを解いたり図形の規則性を見つけたりする問題が多く出題されますが、これらはテストという形式そのものへの慣れや論理的に考える訓練を日常的に受けているかどうかがスコアを大きく左右します。もちろんアフリカといっても地域差は非常に大きいですが、一部の農村部や貧困地域ではそもそも字の読み書きの機会が限られていたり、家計を支えるために小学校すら通い続けられない子どもたちがたくさんいます。そうした教育の機会を奪われた人たちに先進国の文化や教育システムを基準に作られたパズルのようなテストを受けさせて、彼らは IQ が低いと結論付けるのは一方的な見方です。実際エディンバラ大学の研究チームなどが行った大規模な分析では、学校教育を受ける年数が伸びること自体が認知テストの成績を直接的に押し上げることが明確に示されています。テストの点数は生まれつきの能力だけではなく、どれだけ学校教育や学習訓練を受けてきたかにも大きく左右されるんです。この環境によってスコアが変わるという事実を裏付ける決定的な証拠があります。それが不倫効果と呼ばれる現象です。
不倫効果とは20世紀を通じて先進国の人々の平均 IQ スコアが世代を経るごとに上がり続けてきたという歴史的な現象を指します。数十年の間に人間の遺伝子が突然変異して賢くなったわけではありません。社会が発展し、教育水準が上がり、栄養状態や公衆衛生が改善され、日常的に触れる情報や仕事の内容が複雑化したことで、人々が IQ テストで求められるタイプの思考により適応していったと考えられているのです。誤解のないように言っておきますが、個人差としての IQ には遺伝の影響もあります。心理測定学や行動遺伝学でも同じ社会の中で人々の IQ に遺伝的な要因が関わることは広く認められています。しかし、ここで重要なのは、同じ社会の中での個人差に遺伝が関わることと、国や地域の平均差が遺伝で決まることは全く別の話だということです。例えば、身長は遺伝の影響を強く受けますが、戦後の日本人の平均身長が劇的に伸びた理由を、日本人の遺伝子が数十年で変わったからだとは言いません。栄養、医療、生活水準といった環境が変わったからです。IQ テストのスコアもこれと同じで、教育や栄養、テストへの慣れといった膨大な環境の影響を切り離さずに、これを生まれつきの差だと決めつけることはできません。また、黒人は身体能力が高いように、日本人は IQ が遺伝的に高いのではないか、タブー視されて検証されていないだけだという声もよく聞かれます。しかし実際には IQ と遺伝の研究は長年行われてきました。その結果、現時点の科学では、特定の国や地域の平均 IQ が低い理由を遺伝のせいだとする信頼できる証拠は見つかっていないというのが専門家たちの共通した見解です。そもそも人類誕生の地であるアフリカ大陸は世界で最も遺伝的な多様性が大きい地域です。大陸全体をひとまとめにして遺伝的な能力を語ること自体が科学的な実態とは大きくかけ離れています。検証してはいけないから言えないのではありません。むしろ日本とアフリカのように教育や所得、ネットアクセスなどの環境条件があまりにも違う集団を比べて、それを遺伝の差だと結論付けることには科学的に無理があるんです。かつてはヨーロッパの国々の中でも貧しい農村部の人々の IQ は低く出ていました。しかし経済が発展し、教育が普及するにつれてその差は縮まっていきました。今アフリカの一部地域で見られる低いスコアもこれと同じように環境や教育機会の影響を強く受けていると考えられます。彼らの生まれつきの知能が低いから発展しないのではなく、絶対的な貧困という環境が彼らから十分な栄養や教育を奪い、その結果として IQ という特定のテストのスコアが低く出やすくなっている。これが歴史とデータが示している事実です。ここまで環境要因についてお話ししてきましたが、それでもなお、いやそうは言ってもアフリカ人は生まれつき知能が劣っているんじゃないかという思い込みが消えない人もいるかもしれません。そういった偏見を助長するような極端な映像や情報が SNS で切り取られて発信されていることもあり、そう思ってしまう部分もあるのかもしれません。しかし根底にあるアフリカ人は劣っている、遅れているというイメージは、実は今から500年前の奴隷貿易の時代に意図的に作られたプロパガンダでもあるんです。少しだけアフリカの歴史を振り返っておきましょう。奴隷貿易が本格化していったのと同じ時代、ヨーロッパでは徐々に人間の自由や平等といった理念が語られるようになっていました。当時のヨーロッパ人たちは建前上は自由や平等を掲げながら、その裏ではアフリカ人を奴隷として売買し、過酷な労働を強いて莫大な利益を得るという大きな矛盾を抱えていたのです。その非人道的なビジネスを世間や自分たちの良心に対して正当化するために、アフリカ人は野蛮で知能が低いから同じ人間ではない、だから支配してもいいのだという人種差別のイデオロギーを後から都合よく発明しました。つまり現代のネット上で見かける差別的な偏見の多くは、この数百年前のビジネス上の言い訳を私たちが無意識に反復しているに過ぎません。この奴隷貿易と人種差別の根深い歴史については、先日アップした動画でさらに詳しく解説しているので、ぜひ概要欄のリンクから合わせてご覧ください。昨今のショート動画や X などを見ていると、複雑な背景を無視し偏見に満ちた発信があっという間に拡散され、多くの賛同を集めています。複雑な問題を
ネット上のシンプルな因果関係だけで片付け、頭が悪いから貧しいんだといった偏見に逃げ込むのは思考停止であり、問題の本質から目を背ける行為です。複雑な事情を複雑なまま理解する努力を放棄し、偏った世界観を持つ人が社会の大半を占めれば、やがては国の政策や舵取りまでおかしな方向へ向かってしまいかねません。日本人にとって物理的にも心理的にも遠いアフリカは、切り取られた情報で簡単に偏見が生まれやすい土壌があります。だからこそ一つのデータや画像の裏側にある構造を丁寧に紐解き、誤解を解いていくことが必要です。名著ファクトフルネスが教えてくれるように、私たちは思い込みを捨て、事実に基づいて世界を見る努力を続けなければなりません。切り取られた数字や画像だけで他者の価値を決める思考から抜け出すこと、それこそがこの複雑な世界を生きる私たちに求められる最低限のリテラシーだと私は信じています。今回は私の動画にもよく寄せられるコメントをもとに、ネット上に存在する偏見について深く考察してみましたが、いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんの感想をコメント欄で聞かせてください。私が運営するオンラインサロンシナジーでは、まさに今日お話ししたような偏見ではなく、事実やデータをもとに世界を正しく見る、そのための勉強会や企画を定期的に実施しています。不特定多数の方が見る YouTube ではどうしても語り尽くせない部分がありますが、シナジーでは私の動画を一つの切り口にしてさらに踏み込んだ議論を交わしたり、メンバー同士で深く意見交換を行ったりしています。ネット上の表面的な情報に流されず、もう一歩踏み込んで世界の正しい姿を学んでみたい方は、ぜひ概要欄からホームページをご覧ください。原簡単チャンネルでは、他のメディアでは知ることが難しい世界の問題を分かりやすく解説しています。これからも原簡単と一緒に学び続けてくださる方、世界を正しく見る習慣をつけたい方は、ぜひこれを機会にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。